んにちは、S&D です。今日はスパイクが打ちやすくなるトスの見方について解説をしていきます。今回はレフトを例にしていきます。開き方を少し変えるだけでスパイクがとても打ちやすくなりますし、コースの幅も広がるので、ぜひ参考にしてみてください。スパイクは来たボールをただ思い切り打つだけではなく、体の開き方や目の使い方を意識すれば、今よりもさらに打ちやすくコースの幅も広がるので、点を取りやすくなります。まず、レフトオープンや平行を打つときは、センターから来る場合は、3メートルラインから2歩ぐらい外に開いていると思います。そしてそこからスパイクを打ちに行くのですが、ネットと平行に肩を向けると、このようにセッターが手を離してから打ちたいところに来るまでに顔を大きく動かさなければならないので、視界が安定しません。ここでポイントは、肩を平行ではなく斜め45度に開いておくということです。そうするとボールが来ても顔を動かさなくても目を動かすだけで全て見えるので、視界が安定しています。肩が45度開くということが分かりづらい人は、このロゴをセッターに見せていきましょう。ロゴがない人はおへそで大丈夫です。ポイントは、腰をひねって見るのではなく、体ごと肩と足が全てまっすぐセッターに向くようにしていきましょう。肩を45度開くだけでこんなに違うのかというのは、実際にやってみるとすごくよくわかると思います。なのでこれはぜひ実際にやってみてください。肩を平行にするデメリットは、肩が平行に向いていることで視野を広げるためには首を大きく動かさないといけません。ですが45度肩を開いていると、何もしなくてもコートの全てが周辺視野で見ることができます。原理は分かりませんが、来たボールに対して打つポイントが狭くなります。首だけをセッターに向けて見てはいるんですが、なぜかボールが向かってくるような印象を受けるので、打てるところが少なく感じます。ですが45度を向いてセッターを視野の中に入れることによって、トスが伸びても短くても離れても近くても全てが見えているので対応しやすくなります。なので今、なんかスパイクが打ちづらいなと思う人は、一度自分の開き方がどうなっているのか確認してみてください。この方法でトスを見ることによって、より楽にスパイクを打つことができます。そうすると、いろんなトスに対応できるようになるので、やってみてください。今日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。